カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンアセヨ、フーカです。さて今回は韓国語学習の話題ということで、私がトピック韓国語能力試験を受けた時のやらかし話をね、ちょっとお話ししようかと思います。まず韓国語の検定試験といえば、日本ではハングル検定とトピックが有名なんですが、ハングル検定は日本のハングル能力検定協会が主催する試験で、一方のトピックは韓国政府が認定して実施しているというね、まず拠点の違いがあるんですね。英語系の検定だと英検とかトイックとかトーフルとかありますよね。私はね、英検は準2級止まりでございます。中学校か高校かの時に受験したきりですね。でも周りだとトイックで900点超えたとかね、確か990点が満点だったと思うんですけど、それで900点超えた人とかね、そういうね、英語がすごい人も結構複数いるんですよ。本当そこまで英語を極めれるのがすごいなと思うんですけれどね。ハングル検定は5級から始まって、数字が小さくなるごとにレベルが上がっていきます。そして最高級は1級なんですね。これ英検と同じシステムです。で、一方のトピックは逆なんですよ。1級が一番初級で、そこから数字が大きくなるにつれてレベルが上がっていって、最高級が6級なんですね。で、私は2019年に一度トピックを受けたことがあって、その時5級の判定だったんですけれど、トピックをよくね、知らない方に何級なのって聞かれて5級ですよって言うと、いやいやめっちゃ初級やんみたいなリアクションが返ってくることがあるんですよ。数字がね、逆なんで、初級だと思われるっていうことなんですね。で、ちなみにトピックの有効期限は2年間なんで、もう前回2019年ですからね、3年経ってしまっているので、このスコアはもう無効なんですよ。だから今は無級になってしまいました。もっとね、継続的にトピックは受けたかったんですけれど、新型コロナの流行もあってですね、職業柄ちょっと人が集まるところへの出入りってだいぶ長い間禁止されてたんですね。この職場の方のルールがあってですね。なんでちょっと仕方ないところはありますね。ジョイジョイライフのゆかさんも今ね、ハワイに留学中なんですけど、本当は留学行く前に英語の試験を受ける必要があったそうなんですが、結局ね、新型コロナウイルスの流行でこれも受けられず、しょうがないということで免除になったりしてましたね。で、今年はだいぶ状況が落ち着いてきそうなので、10月にトピックに再挑戦する予定でね、今勉強しております。ハングル検定とトピックっていうのは出題形式や合否の判定の方法にも実は違いがあるんですね。で、まず難易度的にはハングル検定の1級の方がトピックの6級よりも取るのは難しいというふうに言われております。ハングル検定は受験する級ごとにそれぞれ試験内容が違うんですけれども、一方のね、トピックは2種類しか試験ないんですよ。トピック1、2っていうんですけれども、トピック1の方は初級者向けの1、2級専用の問題と。で、トピック2が中から上級者向けで、それぞれね、問題は同じで何点取れたかによって級の認定が決まるんですね。で、トピック2はだから3から6級まで同じ試験を受けて、その中で何点取れたかで認定が決まるという仕組みになっております。で、それでなんで私がハングル検定じゃなくてトピックの方を選んだのかというとですね、まず一つは難易度的な面なんですよ。最高級が簡単に取れる方が良かったんですね。で、語学試験で最高級を取るっていうのが実はね、私人生の夢の一つなんですよ。で、英語の方ではもう全く全然そんなレベルにはなれなかったんで、好きな韓国語やったらいけるかもしれないって思ってるんですけど、
でもね、韓国語もやっぱりレベルが上がるにつれてどんどん難しくなるんですよ。なんか日本語と同じには考えられなくなってきますし、ちょっとなんか日常では出くわさないような難しい単語とかも知らないと、こう高級というか上級のレベルっていうのは合格できなくなってくるんですね。やっぱこれは外国語なんで仕方ないんですけど、なのでちょっとでも難易度が低くて、簡単にというか比較すると簡単に最高級が取れるトピックの方がね、コスパがいいなって思ったのが一つなんです。それからもう一つは、試験内容がやっぱ3級から6級まで同じなので、実力に関わらずね、早い段階で試験の全貌を把握できるっていう点も対策しやすく感じたので、私には結構魅力的でした。そんなわけでね、私は2019年にトピックを受けて、今年もねまたトピックを受けようと思っております。で、このトピック2ですね、私が受けた方はこのトピック2の試験内容についてちょっと紹介していくんですけれども、試験科目はですね、リスニング、作文、読解のこの3種類なんですね。配点はすべて100点ずつの合計が300点で、合計点が何点だったかで何級かが決まる仕組みです。合計が150点、つまり平均50点ですね。半分取れると4級認定で、最高級の6級の認定には230点が必要なので、単純に平均すると各科目77点を超える必要があるという計算になってきます。で、ここで肝になってくるのが、トピックに特徴的な試験科目、作文だと思うんですね。で、作文問題っていうのは4問出るんですけど、そのうちの3問は穴埋め問題だったり、あとグラフを説明するというようなパターン問題なんで、これを対策すればね全然できると思うんですけど、最後のね4問目がなんかあるテーマを出されて、そのテーマに沿って自分の意見を述べなさいみたいな問題で、なんかね600字とかの文章を書かないといけないんですよ。これ軽く小論文ですよね。で、日本語でも論理的な文章を書くためにはトレーニングっていうのが必要で、あと600字の中で一応起承転結っていうのをこう作ってさっと脳内でまとめて時間内に書き上げないといけないっていうことなんで、これをね外国語でやるっていうのはなかなか難しいことだと思います。あと作文というのはやっぱ選択肢で選ぶ問題とは違ってですね、明確な正解不正解の基準を作りにくいっていうのがあると思うんですよ。これは採点する側の話なんですけど、だから100点とかねまずありえないと思うんですよね。なのでなかなか作文で高得点を狙うのは難しいってことから、6級の合格ライン合計の230点を超えるための点数の取り方としてですね、まずリスニングと読解は85点超えましょうと。で、そこで85点ずつ稼いで、作文は60点を超えられるように頑張ればそれで6級いけますよっていう感じで、こういう点数の取り方がですね、私が買った参考書では推奨されておりました。そして私が初めてトピックを受けた時はですね、まだね中級の参考書が終わったぐらいの学習歴だったんですよ。でも恐れ多くもせっかく受けるんだったら5級頑張ろうと思ってたんですね。せっかくならいい結果を出したいっていう気持ちだけだったんですけど、で単語帳とかも中級までしか終わってない段階でもトピックの実践問題に移ってね勉強していった感じだったんですね。で、2019年に受けた時の成績を発表しますと、成績はね合計201点でした。で、190点のラインを超えられたので、これで5級が認定されております。で、内訳としてはリスニングが62点、作文が61点、読解が78点でした。で、これはね若干あれってなる点数の取り方なんですよね。で、先ほど作文は6級を取るために60点を頑張って超えましょうって言ってたんですけど、作文はねもう60点超えれてたんですよ。なんですけどリスニングがねその割には62点と、これかなり低めの点数なんですね。で、これがやらかしの話になってくるんですよ。リスニングで私は完全にやらかしてしまったんですね。私はこれまでかなりね試験の多い人生を送ってきたと思うんですよね。そもそも医学部って試験がめちゃくちゃ多いんですよ。
で大学を卒業した後も医師国家試験を受ける必要があって、その後私は大学院入試も受けてますし、あと専門医試験っていうね、専門医を取るための筆記試験とか、たくさん試験を乗り越えてきた中でですね、いかに出題者の意図とか癖を早く読み取って効率よく得点をするかっていうことを常に考えてきた人生だったんですね。これがもう試験を乗り切るテクニックだったわけなんですよ。当たり前の話なんですけど、試験っていうのは出題される問題が解けるかどうかで合格が決まりますよね。だから究極出る問題さえできればいいんですよ。もちろんね、出題範囲を全部勉強して何が出ても回答できるように対策するっていうのは、これはねもちろん正しい方法なんですけれども、試験範囲って広いんですよ。だから正攻法で言ったら、もう私の脳の能力だとね、永遠に勉強しないといけなくなるんですね。だからこれは効率が悪いっていうことにね、医学生の時に気づいたわけですよ。効率よく合格ラインを超えるためには、過去問からまず出題のパターンを探って、出る問題の分野っていうのを当てに行けば最小限の勉強量で合格できるっていうことをいつも考えてたわけなんですよね。なので私の試験勉強というのはね、まず大学の頃から過去問のレビュー、それから始めていたんですよ。何年クールで何のテーマが出ているかとかいうのをね、分析していたわけですね。でも私はこのトレーニングのおかげで、大学院の入試でも専門医試験でも大問のテーマをね毎回当ててるんですよ。でこういう成功体験があったから、同じことをまたトピックの対策でもね無意識にやってしまっていたんですね。ただトピックではこれ完全にこれが裏目に出てしまったんですよ。で私はトピックの模擬試験問題集みたいなのを使って勉強したんですけれども、その模擬試験をやっているうちにいくつかの品質テーマと出題パターンというのに気づいてしまいます。まずセジョン大王は絶対にディスらないという法則ですね。セジョン大王というのは李氏朝鮮時代の王様で、日本ではハングル文字を作った王様としてよく知られていますが、その他にも天文学とか農業、音楽とかそういった文化の面でも様々な功績があって、韓国の歴史上めちゃくちゃ重要な人物なんですよ。なので出題テーマとして出てくることが多いんですが、選択肢に少しでも下げ要素が入っているのは絶対間違いなんです。もう大抵一番褒めてる選択肢が正解なんですね。でこういう法則にまず気づいたと。それからインタビュー問題みたいなのがあるんですよ。その社長さんとか成功者の人にインタビューをしているっていうリスニング問題ですね。このインタビュー問題で出てくる社長は苦労人か、あと社員のことをめっちゃ思ってるいい人であることが多いっていうね、そういう法則です。で自分も若い頃にいろんな人に助けてもらったから、今はこうやって社長になって成功したから恵まれない人の力になりたいと思ってるとかですね。あとは社員が働きやすい環境を整えるのが社長の仕事だから、それを中心に頑張っているとかですね。こういうね、いい社長、人間的にいい社長が多いんですよ。だからこの社長ディス系も絶対不正解なんですね。褒めてる選択肢だけ読めばいいんだとかね、こういうことね覚えてしまったわけなんですよ。それで模擬試験問題を3回やるうちには正解パターンというのが完全に読み取れるようになってしまって、なんと模擬試験3回中2回はリスニング90点超えてたんですね。もう究極音声を聞かなくても、もうテーマと選択肢を見ればほぼ正解できるっていう風になってたんですよ。でこれで完全に私はもうトピックリスニングを攻略したぞという風に思っていたわけなんですが、そして本番念願のセジョン大王出題されたんですね。よっしゃセジョン大王や、もうディスってんの除外と思ったら、選択肢がね本番一つもディスってなかったんですよ。もうディスり要素一個もなくて、これマジかってなったんですね。でしかも自分がよく知らないね音楽分野での功績の詳しい部分みたいな話が出てきて、でその瞬間にね私気づいたんですよ。試験中ですよこれ。リスニングって今言ってることを聞いて答えないといけないんだっていうのに本番気づいたんですね。これめちゃくちゃ当たり前の話なんですけれども、それで完全に対策間違えてたなと思って、パターン認識じゃ解けないんだっていうふうに思ったわけですよ。でその後の問題も何を言ってるのかも
さっぱりわかんない問題ばっかりでもう撃沈ということですね。62点だったかなしか取れなかったんですよ。模試ではいつも90点超えてたのにね、これが大学入試じゃなくてよかったなと本当思ったんですけれども、そんなやらかしの話がありました。やはりね、語学っていうのは範囲がまずめちゃくちゃ広いですから、なかなか山を張るっていうのは難しいですね。それからトピックもやっぱ韓国政府がやってるちゃんとした試験ということで、出題者も多分すごい数多くいると思うんですよ。で、なんかパターンとかあんまりないですね。癖とかあんまりないので、やっぱちゃんと勉強しないとダメだなというふうに反省しました。基礎力というか、その人の持ってる言語への能力っていうのがちゃんと反映されるようにやっぱうまく問題ができていますね。そんなわけでね、今年の受験ではちゃんとリスニング問題を聞こうと思います。私も実はなかなか勉強が思い通りに進んでいなくてですね、何級取れるかはちょっとわかんないんですが、とりあえず勉強を続けていくしかないので、リスナーさんで語学試験挑戦予定の方、ぜひ一緒に頑張りましょう。そんなわけで今回はね、トピックでのやらかし話をお届けいたしました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。オッケー。